高インプじゃないと嫌なんだよね。もうこれ一石四鳥ぐらいじゃん。ありがとうございます。はい、どうも始まりました。お久しぶりです。お久しぶりです。本日スペシャルゲスト増崎隆さん。お久しぶりです。よろしくお願いします。呼ばれてきました。いや、増崎さん、今日ですね、緊急で動画を割と僕の中では撮ってるんですけれども。緊急？でもそうだよね。そうなんですよ。ライムトーンオーディオから以前ですね、このライムトーンホーム 3LB というスイッチャーが出まして、小型で3ループで裏モードがあってとか、いろいろ動画でやらせていただいたんですけども、増崎さんのボードにもう間違い探しレベルなんですけれども、何か違うんですよね、増崎さん、これ。もう全然違いますよ。何が違うか言っていただくと。はい、俺やっぱ高インプじゃないと嫌なんだよね。そうなんですよ。それでこちらが分かります？この違い。これは分かんないよね。よく見ると上にループ4っていうスイッチがあったり、あとこの差し込み口がですね、下が4ループのものですね。はい。実はね、何人かに突っ込まれたの。あ、そうだったんですか？うん、仕事してて、はい、あれこれループ4つあるあ、そうなったんですか？うん、そう言われて、はい、いつか出るんじゃないって4ループって言われた時僕って思って、そのフットスイッチ3つしかないじゃないですか、4ループいりますって。で僕なんならライムトーンベースこれ接続してもらうとプラス2ループできるからって言ったんですけど、増崎さんからいや4じゃないとって。そう4じゃないと嫌なの。今日はそんな増崎さんといろいろお届けしていきたいと思うのでよろしくお願いします。はい、じゃあ早速どんな感じで使ってらっしゃるかを、音とか、まあね、ざーっといろんな自分のこう武器がこうあって、クリーンクランチ歪みっていうのは前のボードと同じような感じで、パパパパッと今いろいろ弾いてみますね。大雑把に言うと、前のスイッチャーと同じように、クリーンクランチオーバードライブに裏モードがあって、それで4つっていう。でも本来使ってたスイッチャーっていうのは、最低で6つ。クリーンのバッキングソロ、クランチのバッキングソロ、歪みオーバードライブのバッキングにソロの音量を一括で決める。3つプラスそれぞれの音を上げる用のこういう音量を決めるものっていうものをあえて4番にそれを入れてるんですけども、123っていう風にいろんなものをオンオフしてて、で空間系に関してはいずれあれを使おうかなライムトーンベースで本当にその癖のないスイッチャーって、まずやっぱりその第一条件が癖がない、生音を変えないっていうところが僕の中での絶対条件なんです。それにもう見事にはまって、いやもうそれめちゃめちゃ嬉しいです。本当に世の中にたくさんのいろんなこうスイッチャーがあって、A 社 B 社 C 社試したんだけども、エフェクター個体で買って気に入って、それをその中に入れた時の変わりっぷりがどうしてもやっぱりなんかこうあれお店で試した時すごい良かったのに、もうそうなんですよね。スイッチャーを通すとなんか音変わっちゃって残念。どうしてもそのバッファーっていうものがないと、ノイズの部分だったりとか、音質劣化っていうのを防ぐ。あとやっぱりそのいろんなメーカーがそこの色を出すっていう部分ではそれがいいと思うんだけども、いやでもそのいらないなと思うんだよな。スイッチャーにおいてはバッファーって別に他のところで入れれるんで、と思って作った。そうなんだ。それがね、音をスタジオで聞いた時に握手しに山西くん家まで行こうかなと思ったぐらいサイズ的にもね、すごい小さいし、拡張性が高いっていう部分があって、それでもうすぐ導入したんです、ですぐ4ループを作って、もうめっちゃ急いで作りました。なので本当に3ループを買ってくださってた皆さん、本当に申し訳ないです。4ループ出るんだったらそっちが良かったっていう方も結構いらっしゃるような気がするんですけど、本当にすみません。3LB ができた時はこれの予定はなくて、僕もまさかこの筐体の中にこんだけループ入れられると思ってなかったんですよ。あ、やっぱりそうなんだ。そうです。正明さんにここ4ループできるって言われて、いや中身的にはこれはノ
ノイズだとかいろいろノンバッファーなんで本当に気をつけることがいろいろあって、プログラムの処理はやっぱデジタル回路ですので、ノンバッファーとデジタル共存でノイズ出さないようにするっていうのがもうやっぱりすごく神経使ってるところがある、それはそうだと思う、はい、ちょっときついかなって最初言われていやもう中パツパツなんだよって言われて、ね、そう、まあそうなんですけど、もうやりました。ノイズもバッチリ全然出ないです、はい、いやもうボードは軽くなる、はい、エキストラなエフェクターを突っ込むスペースも出る、はいはい、もうこれ一石四鳥ぐらいじゃんと思って、ありがとうございます、はい、スタジオの仕事をこれでライブもやれるようになりました。この後ボードを詳しくお伺いしていくんですけれども、その前に正木さんギター、いやギター弾きなんて仕事がめちゃくちゃかっこいいんですけども、ありがとうございます、はい、ありがとうございますっていうかね、これ僕割と昔からサーギター使ってるじゃないですか、はいはい、自分が完全にオーダーしたギターっていう自分が考えたウッドマテリアルでピックアップ構造で、テレキャスターっていうのが一番その万能的、万能ではないと思うんだけども、最近割とテレキャスを使うことも多かったし、一番そのレスポールにも近いそのっていう部分でテレボディで作ろう。このピックアップの配列とか、あとこのハムもこれも本体に直ジョイントのやつですよね、で P90 もいるし、これ P90 じゃないなくて、ジュリアン・ラージを見に行った時に、ジュリアン・ラージがこのエリソニックっていうそのロン・エリスのマイク使ってて、でめちゃくちゃまあ素晴らしいプレイヤーだから、もちろん音がいいんだけども、うわめちゃくちゃ甘くていいなって思って、よしそれをつけようと。で普通にこれは V60 かなのローピークっていう、で普通のハンバッカー、このエリソニック自体が P90 よりはもっとミドルはすっきりしてるんだけども、割とシングルコイルよりは太め、ハーフトーンも出て、でいやーこれはもう全部乗せみたいな感じですよね、本当にこれ1本でスタジオに行けるっていう風にしようと思ったんだけど、やっぱりね1本じゃ済まないんだねそうなんですか。ピックアップ一個一個音を聞かせてもらっても、じゃあディレイ切ってリバーブだけだとこうね、普通のこのシングルコイルよりは、あーやば、ちょっとこう丸いっていうかな、シングルコイルのフロントよりは少しパワーがあって、でもそんなにこうぼわつかないっていう部分、でちゃんとこの絞ったりとかするとこういう音もするし、万能すぎ。これボディサイズ何度？マホガニーです。マホガニーですか。そうなんだ、ね、なるほど、マホガニーって、やばい自分も熱くなっちゃったけどマホガニーって甘いっていうイメージがあるでしょ、ギブソンのイメージとして、でも実はアーチにしないと比較的ハイエンドもちゃんとパリンといる。なんかすごくそれ感じました。広がりすぎてない、そうこの、そうなんですよ。ボリュームを全く触らずトーン絞っただけでこういう風になるし、上げていくとで本当に半分にするとそのへこみ方がすごいやっぱマホガニーっぽいというか、マホガニーの恩恵を受けてるから、ハーフトーンでもちゃんとそのシングルっぽさがちゃんと残ってるの。でも普通のシングルコイルのハーフトーンとは違うんですね、ちょっと違う。確かに、でシングルコイルは普通のローピークなんで、まあいわゆるこのボディから連想させるような音はしてる、でね、このハーフトーン、あ、そっち今はこれディマジをつけてます。昔でいうバーチャルヴィンテージパフ、ディマジを直付けはなかなかいいですね、スプリング挟まずにボディにそのままマウントして、ボディの振動をまあじゃあブリッジの音から聞いてもらいますけども、ブリッジの音はフロントのこれに比べてすごいミッドハイっていうか耳につくところはやっぱいます、ただこれがゲインステージに持っていった時に、この可変の仕方が
ボディにダイレクトについてる感じ。エスカッションに乗ってるともう少しすっきりするけど、落ち方がパワフルじゃなくなるっていう感じ。ボディに乗ってる感じしてますね、音が。なかなかこれは気に入ってて、ただ唯一失敗したところがあるんです。これはこれからオーダーしようとする人に朗報だと思うんだけど、何ですか？あえてグレードットをエイジドにしたんです。ステージで全然見えない。そうか。上から青い明かり当てられると全く見えなくて、本当ですか？テレビの仕事とかやばと思って、今自分がどこ押さえてるか分かんないと思ってて、だから自分でここマニキュアのやつを塗りました。そうですか。これはノーマルのやつをおすすめオーダーした方がいいです。なるほど。はい。じゃあ増崎さん、ボードをお伺いしていきたいなと思うんですけれども、じゃあまずルーティンを最初に言いますね。ギターから、前にコンプとワウをつなぐ時あるんですけども、ここに入ってそこからまずフェーズからこいつのバッファードに入ってて、ライムトーンにインされてます。なるほど。オンでもオフでも常にバッファーがされてます。かかってるんですよね。なるほど。だからどんなにケーブルを伸ばしてもこのバッファーがもう常にかかってるんで、中で切ることはできるんだけども、こいつで基本的にトータルのボードのバッファーとして使ってます。でその後にスイッチャーに入って、僕の中ではクリーン、クランチ、オーバードライブの順番。青い時はバッキングモードで、赤がソロモードになってます。空間系に関しては任意で自分でオンオフを今してて、スイッチングに対応させてません。まずバッキングの時には LA コーラスとこの原因を落っことしてるやつ。皆さんよくイメージ的にはブーストするっていう足し算の頭で考えることが多いと思うんですけども、この増崎さんのボードってブルーが光ってる、通常モードの時に、このイコライザーでちょっとこう抑えてるんですよね、音量を。原因を抑えてバッキングのようにしてます。例えばループ34の34になってますけども、これで開放した時にスルーになってるんですね。これで音量が下がってるのがなくなるんで上がるってことなんですよね。上がるっていうか普通の音量になってる。どのペダルもそうなんですけども、マイナス2デシなるほど、落としてます。でやっぱりマイナス2デシとはいえ落とすとどうしてもハイ落ちして聞こえる。要は抜けが悪い。そのためにこいつでここの今4キロだけをちょっとブーストしてるんです。なるほど。落としてるんだけども音抜けが悪くならないように。好きになったペダル、好きになったギター、好きなアンプを使ってるんで、それ以上余計な神をさしたくない。だからソロの時は何もこういうのを通さないでっていうふうに。なるほど。これも皆さんもぜひパクってください。これめちゃくちゃいいと思います。僕も。なんかね、ほら足し算する人がいるけども、足し算するとせっかくいい状態のアンプでもやっぱオーバーゲインになってしまうと、どっかの帯域がこう余計に膨らんじゃったりして、そうするとなんか違うなってみたいな。もうこれはもう皆さん学びましょう。もう全員これ取り入れてもいいんじゃないかぐらいだと思います。僕は絶対そうした方がいいと思います。ですよね。で音を聞いてもらいますね。今コーラスがかかってて、しかもこのコーラスはバッキングの時に任意でオンオフできるようになってるんで、オフにしてるとこれもうほんとスの音ですね。でこれがこれにリバーブを足すとさらにディレイをつけるとでこの状態でソロにこれをつけた状態で変えてみますね。めちゃくちゃかっこいい。これができないと僕の中でのスイッチャーの役目が成り立たないんですよ。これすごい。もう一個だけ言ってきますね。こいつって今オフってるじゃないですか。で弾いてみますね。例えばっていう
いうものに対応する。なるほど、また鳴りというかバリエーションがもう一段ありますね。まあ、若い子たちも使ってるいわゆるクリーンブーストだったりとか、ちょっと生音をプッシュする、これだけが今までのイーブンからちょっとプッシュするものです、プッシュするものをこの中に入れないで外に置くことによってトータルな音量を少しクリーンの時に上げる、歪みの時はさらに歪みをプッシュするっていう役割にしてます。スイッチャーに全部プログラムしてないのが逆にめちゃくちゃやっぱりやりやすい、適材適所で。そうなんです。感覚的に今いけるっていう時にそれを足したり、ボリューム自体もそうなんだけども、ボリュームコントロールをしながらこいつでさらに押してあげる、こういうねすごいピュアなスイッチャーがあって、で自分の好きなバッファードで音色を作ろうとすると、自分がねここをもっと触ろうっていう気になります。やっぱり自分の感性がすごい刺激されて、それでもっとこういう風になったらいいな、もっとこういう風になったらいいなっていう風に増やしていける、そういうギアだと思います。褒めすぎかなと思うけど、でもこういうシステムを自分の中で取り入れることによってフレーズのアイデアだったりとか、音色のアイデアが出てくるっていうのが本来のこういうギアの役目だと思ってるんです。すごいなんかエフェクター作ってる方からするとやっぱそこまでこう考えてっていうか、その相棒感みたいなところも含めてこうやってギアを選定されて使っていただけるっていうのは、このもちろんねライムトーンのことだけじゃなくて、もう作り手としてはもうめちゃめちゃ嬉しい。今度はこのクランチ、クランチチャンネルまたこれでオンになってますね。通ってるんですけども、これはループの1番ですね。この2個がこうやって通ってきて、似てるようで似てないクランチの設定のものをここに入れてます。曲とかその求められるものだとか出したいものによって変えれる。そうなんですよ。これがね、小さくて本当にスペースが埋まってくれたんで、だったら2個ちゃんと使おうと。いけんじゃんみたいな。そう。こうやってこれもいいですね。クランチチャンネルだけどだいぶそのまま上がっていけるんですね。そうそうだけどでもね、これをやりだすともう楽しくなってきちゃうんでこれぐらいにしといてでオーバードライブはもう自分のシグネチャーのペダルでこれでやってます。なるほど。めちゃくちゃ楽しいです。楽しいこれ。だって俺が気持ちいいんだもん。いやめちゃくちゃ気持ちいいです。このもうこれ全部。ていうかね、これが本当にできるっていうのはこのスイッチャーのおかげなんですよ本当に。もうありがとうございます。これは絶対に言っとかなきゃいけないのが、実はチューナーに送るときに、ここだけでこうやって送ってるんですね。よくチューナーを通ってここに入れたりとかっていうのはありますけども、どうしてもやっぱりこうやって触れてるっていうかな、そのノイズがどうしても気になってしまって。わかります。僕もチューナーは絶対パラレルっていうか直列に入れたくない派なんですけど、送られてて本当にこれを解除すればもうバッチリです。正木さん、最後に僕から一個お願いがあるんですけれども、前の動画のコメントにも入ったんですけども、EXILE の「Together」っていう曲のギターソロ、ちなみにこれ正木さんが弾いてらっしゃるで合ってます？LINE くれた時に、正直言ってね、自分がやった曲ってあんまりチェックしてない、いうままで好きなソロなんですって言われても、そうなんです。何の話してんだろうなと思いながら、で作家さんに聞きました。だから僕でした。意外に難しいねあれ。そうですか。僕あの曲本当に思い出、もうなんかソロが好きで。あれ何年ぐらいのやつですか？2003年。もう22年も前なの。昨日ね、聞いて、どんな感じだったっけかなと思って、合ってるかどうかわかんないけども、だいたい自分の中では、じゃあちょっと弾いてみますかね。すいません、なんか音をちょっと待ってね。
こういう感じでいいかな。はい。ってやつだよね。全然違うと思うけど、いや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 なんかね、自分の癖がすごい出てて、ここの。ってやつ。いや、かっこいいっす。そう。ここがすごい自分っぽいなと思って。めちゃくちゃこれ耳コピしました当時大学生の僕は。俺昨日聞いて、なんかうわ難しいなこれ大体にしとこうってというわけで正木さん今日はありがとうございました。とんでもないです。楽しく貴重なお話本当に大丈夫だったかな。いやもう素敵です。ありがとうございました。いや久しぶりだったんでね、ずっと見てますよ。あ本当ですか。うん、もうありがとうございます。今回紹介させていただいたこのライムトンホーム 4LB ですね、こちらライムトンオーディオのウェブショップで買えますし全国の楽器店さんでも買えますので、ぜひ皆さんチェックしていただければと思います。今回の動画良かったっていう方はぜひ高評価そしてチャンネル登録コメントもお待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ正木さん今日はありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ皆さんまたの動画で。